こんにちは、アンナスです。今日は、またセリアもういろいろセリアもやりすぎてますけど、セリアの、初級編刺繍図案プリントクロスステッチレッスンっていう、初級編の、プリント済みの刺繍用の布と、あと、レシピがついてるこういう100円で売ってるものがあるんですけど、これをちょっと刺繍してみようと思います。でこのまま今日やるのはフレンチノットステッチの練習のやつなんですけど、フレンチノットステッチで全部やっても楽しくないのでなのでちょっと私だったらこのシンプルな図案をフレンチノットも使うけどそれ以外のステッチもいろいろ組み合わせてやってみようかなっていう、そういうビフォーアフター的なものをちょっとやってみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では早速、3番フレンチノットステッチのキットを開けていこうと思います。中に布が入ってますね。あと作り方の説明書と布が入ってね、これで100円ですね。すごい安いで出来上がりが今回はそのフレンチノットの練習のやつなんで、フレンチノットでねこういろいろできるんですね。じゃあちょっとこっちをアレンジしていこうと思います。早速まずはこれもう全部ねできないんでなんかこう仕立てて飾ったりとかしたいんでちょっと潰します。ここはもうちょっとさようならしてこっちだけで作っていこうと思います。で色はちょっといろいろ考えたんですけどまたバラを刺繍しようと思うんでバラのお花をこのちょっとなんだろうミルクティーみたいな色で葉っぱを緑で茎を茶色とあとこのバラの芯のところにもちょっと茶色を入れてでもこれだけでもいいんですけどちょっと地味なんでもしなんかアレンジできそうだったらちょっとこれでなんかこうちっちゃいお花とかも入れてみようかなと思います。っていうことでまずは3本取りでアウトラインステッチここの茎のところをやっていきます。もう玉留めで始めていきます。どこから始めようか。なんか若干ねここが外向いてるんでなんかこう微妙な三角形みたいに今なってるんですけどちょっとそこをできるだけこう丸い感じにしたいんで内側から始めます。一目作ってちょっと先から出して半分重ねるを繰り返します。はい、ではできたので裏に絡めます。で次が、葉っぱはちょっと少ないので足します。同じようななんかこう交互に入っているんですけど全部入れた方が可愛いかなと思うんで全部入れます。でこれももう玉留めで始めます。裏に絡めてもいいです。真ん中に1本入れて2本取りですね。2本取りで真ん中1本入れて半分ずつバランスを見て埋めていきます。
な感じで全部埋めていきます。はい、ではできたので裏に絡めます。こんな感じで葉っぱと茎ができました。で、お花に行きます。お花は、前回と一緒でまたスパイダーウェブローズをやろうと思うんですけど、前回は2色やりましたね。途中で色変えて2色のスパイダーウェブローズにしたんですけど、今日はちょっとまた変わったアレンジバージョンのスパイダーウェブローズをしようと思います。まず5本。この最初の5本はこの丸から飛び出すと最後まで飛び出てしまうんで、そこだけ気をつけて。はい、これで5本入ったので、ちょっとあんまり均等じゃないんですけど、で中心の際から出して上下また上下でまた上下ってやると2周目から今度逆の上下下上下上になるんですね。そしたらこんなバスケット編みみたいな感じでこう編んでいってだんだんお花になっていくっていう。で、だいたい巻けたら適当なところで刺して終わりにして、で、裏に絡めるか玉留めでもうこれだけでも可愛いんですけど、ちょっとアレンジしてみようかなと思います。ちょっと茶色で、これ3本取りさっきの残りなんですけど、中心に向かってストレートステッチを何本ぐらい、5本ぐらい入れます。こんな感じ。これで裏に絡めて、はい、なんかこういうちょっとアレンジしても可愛いです。スパイダーウェブローズだけ残しておいても全然編み目が綺麗なのでいいと思うんですけど、これでもいいと思います。で、真ん中にフレンチノット入れたいんですけど、ゴテゴテかな。6本取りでちょっと入れてみます。1回巻きにします。中心がだいぶ硬いですね。はい、こんな感じです。ちょっとだからバラじゃなくなるかな。バラに見えなくもないか。何のお花かちょっとわかんないですけど、アレンジするとまたちょっと違った感じになるので面白いです。
という感じであと2つもやっていきます。はい、ではバラっていうんですかね、お花が3つできたのでちょっとまた図案を足します。なんかこのお花の周りがちょっと寂しいかなと思うんで、この辺りにもどうしよう、これぐらいでいいのかな。デージーステッチの4本取りをちょっと入れてみようかなと思います。これだとこっち側も内側も欲しいですね。ここ狭いかな。ここはやめておこう。上2つ下1つでやっていきます。で1回ずつ切って次のところに行ってもいいんですけど、こうやって裏に絡めれば次の場所にも行けるので、そう糸ね、渡り糸そのままビューンっていくとこれ布が薄いんで、こうやって糸渡してしまうとここ映っちゃうんですよね。これ今日チャームにしようかなと思ってるんで、でも何に仕立てるにしてもちょっとやっぱ布が薄いから、あんまりそういう渡り糸にするともうかなり響きますね、外側に。なのでできるだけ渡らさないようにやっていきます。こっち側は1個で左側は2つ。下書きなくてもいけますね。いい感じです。もうすごいシンプルでこれで仕上げてもいいんですけどちょっと色を足してみようかなと思います。フレンチノットステッチでこうちょっと入れていきます。もう6本取りで玉留めで、裏に絡めてもいいです。どの辺にしようかな。2回巻きぐらい。2回ですね2回にします。なんかこうバランスを見ながらぶっつけ本番でやってるんで、こうでしょ。なんかやりすぎると結構なんかこう濃くなるんで、ちょこちょこでいいかな。葉っぱが3つあるんですけど、下の葉っぱの右側と一番上の葉っぱの左に順番に入れていきます。
はい、できました。こんな感じです。もうこれでいいかな。全然変わりましたね。この赤いのと青いのでやっているこれがこんな感じにだいぶ変わりましたね。じゃあこれをちょっとチャームに仕立てていこうと思います。はい、では、チャームに仕立てていこうと思います。で、なんか裏布何でもいいんですけど、なんか可愛いのが出てきて若干分厚いからどうなんだろう、引っ張られたりするのかな。重ねて、なんかランチョンマットとかにできそうな感じの結構厚めの布でしたね。これでここギリギリに切っちゃった、もったいなかったの。この刺繍枠のこの山折りのちょっと内側を、ここを縫っていこうと思います。なんかあんまりこれをギリギリに縫ってしまうと絵が見えなくなるんで、やっぱちょっと若干膨らむから、この刺繍の外側の余白はちょっとあった方がいいです。このぐらいかな。ちょっと柄の位置を合わせてます。待ち針がなかった。これでこれで固定して、なんか糸もこんな太口の縫い糸しかなくて、もうちょっと細いとかね、ミシンでできるともっと繊細なんですけど、まあしょうがないですね、ないので。でぐるっと一周縫います。どっちを上にしようかな。ここを上にしようかな。お花の、1個のお花がこう一番上に来るようにセットするんで、そこを、返し口にする予定です。なので若干ずらしたところから縫い始めて、で返し口のところにリボンをつけようと思います。でこれ縫う時はできるだけ細かい波に。周りが縫えました。なので布をギリギリまでカットします。でちょっと切り込みを、丸いので布がつってしまうんで、ちょっと切り込みを入れて、でひっくり返します。でちょっと針できれいに出していきます。はい、じゃあここに綿を入れていきます。少しちぎって、
とあんまりこうパンパンにまん丸に入れると絵が見えなくなるんで、若干ちょっとこう平らな状態にして、で綿がちょっと飛び出るぐらいたっぷり入れておいて、でこの字で留めていきます。ちょっとすくって、で向こうの布もちょっとすくう。この折り目、山折りを少しすくって、向こう側もちょっとすくう。これも細かくやっていくと綺麗にできます。で、リボンをつけていかなきゃいけないので、サテンリボンの黒にしようかなと思います。こうつける。こうしようかな。適当です。布団の長さに切って、ちょうどこのバラの上あたりになるように入れて、ちょっと難しいなって思う方はボンドとか留めるといいんじゃないかなと思います。ボンドで先にここで留めて固めておいて、で後から塗ってもいいと思います。ただ縫うところにボンドが出てくると硬くて乾いた時に硬くて刺さらなくなるんで、その中の方だけ奥の方にちょんちょんと塗って固めて、作業するといいんじゃないかなと思います。じゃあこれで出来上がりです。あと青い線はお水でチャコペンは消していきます。これで1個出来上がり。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。